日本語耳ポッドキャストへようこそ。マリエです。このポッドキャストでは皆さんの耳を日本語耳にするためにいろいろなトピックを自然なスピードの自然な日本語で話していきます。今日のトピックは仏教と日本の宗教観についてです。日本語耳ポッドキャスト。このポッドキャストでは皆さんにできるだけリアルなスピードの日本語に触れてもらいたいので、普通のスピードで話していきます。だから少し早いなと思う人が多いかもしれません。ただ、早いうちからネイティブのスピードに慣れていくっていうことはすごく大切なので、頑張ってぜひ最後まで聞いてみてください。トランスクリプトと英語の訳はウェブサイトにあります。YouTube には16カ国語の字幕をつけてあります。さて、皆さんどうですか？元気ですか？前回のエピソードを聞いてくれた人は知っているかもしれないんですけど、私は最近タイに旅行に行っていました。でね、もう帰ってきているんですけど、その旅行中に考えた宗教についての話を今日はお話ししたいと思います。なんでこの話をしようかと思ったかというと、旅行中のある日の出来事がきっかけです。ちょうどね、これは3月3日でした。3月3日って言えば日本ではひな祭りですよね。まあでも私はひな祭りとは全然関係なく旅行を楽しんでいたわけなんですけど、その日の昼間、もうすごく暑かったんです。もうものすごく暑いから、昼間からちょっとね、冷たいビールを飲みたいなってなったんですね。まあ、旅行中だし、昼間から飲んじゃおうか、みたいな感じで、それでコンビニに入ったんですね。コンビニのね、冷蔵庫のところからビールを取って、で、レジに持って行ったわけです。でもね、売ってくれなかったんです。なんでですかって聞いたんですけど、ちょっと言葉がうまく通じなくて、理由はわからず、とりあえずお酒の販売はできないということだけ言われました。なんでだろうなって思いながら、しょうがないので、少しもやもやしつつも、そのホテルに帰ったんですね。その後、ホテルに着いたら、ちょうどホテルの従業員さんに声をかけられたんですね。今日は夕方お寺に行かれるんですかって言われました。もちろんタイに行ったらね、お寺に行くつもりだったんですけど、特にその日に行く予定ではなかったので、なんでですか？なんで今日ですか？って聞きました。そしたらね、今日は仏教のとても特別な日なんですよって教えてくれたんです。ちょうど今年2026年の3月3日はマカブーチャという、タイの仏教のすごく大切な日だったんですね。日本語だと万仏節、旧暦太陰暦の、3月の満月の日に行われるので、毎年日付が変わるそうです。今年はたまたま3月3日だったんですね。お釈迦様が1250人の弟子たちに教えを説いたとされる日で、タイでは国の祝日とされています。この日は全国的にお酒の販売が禁止されるようです。だからビールが買えなかったんだって、この時、やっとつながりました。その従業員さんは、今日は本当にタイ人にとってとっても大切な日なんですよって、いろいろと教えてくれたんですけど、ところどころ話しながら、もう話してるだけで鳥肌立っちゃうって、おっしゃってて、自分の国の宗教の話をしているだけで、もう鳥肌が立つほど感動しているわけですね、その方は。もうね、本当にその方の、顔が嬉しそうっていうかね、なんですかね、誇らしげというか、本当に感動している感じなんですね。それを見た瞬間に、これはもう私が思う祝日っていう感じじゃないなと思いました。この日がこの従業員さんにとって、そしてタイの人にとって、どれだけ大切か、説明とかを聞かなくても、もうこの態度からひしひしと伝わってきました。皆さんの国にはそういう日ってありますか？日本だとちょっとあんまりそういう感覚がないかもしれません。お正月は休みの人がほとんどで、国全体もかなりお正月モードにはなりますけど、でもね、そこまで神聖な日っていう感じはしないですね。だから余計にこの従業員さんがお話ししてくれた時のことっていうのは私にとってすごく印象的でした。そうやってせっかく教えていただいたので、その日3月3日の夕方にお寺に行ってきました。タイのお寺ってね、すごくカラフルでキラキラしていて綺麗ですよね。金色、オレンジ、赤、緑、青。とにかく色鮮やかで、金箔がすごくふんだんに使われていて、圧巻ですよね、結構ね。日本のお寺とはちょっと違いますね。日本のお寺っていうのは、
なんだろうな、わびさびの世界っていうんでしょうか。どちらかというとね、木の色とか石の色とか、そういう自然素材の落ち着いた雰囲気でできていますよね。でもタイのお寺は本当真逆ですごく華やかでキラキラしていて、また別の良さがあるなと思いました。お寺にはもちろんお参りに来ている現地の人たちがたくさんいました。何人かのお坊さんがお経を唱えているのがすごく外にまで聞こえてきていて、お参りに来た人はみんなキャンドルとお花を持っていました。こういうことは私は日本での仏教としては見たことがなかったので、同じ仏教なのに随分違うなぁと思いました。それもそのはずですね。タイの仏教と日本の仏教は系統が違います。ちょっとここから仏教についてお話をしたいと思うんですけど、仏教ってもともとはインドで生まれた宗教です。その後、2つのルートで広まっていきました。1つ目がスリランカ、ミャンマー、タイ、カンボジアというふうに広まっていったジョーザブ仏教のルート。もう一つが中央アジアから中国、朝鮮、そして日本に入ってきた、大乗仏教のルートです。この2つの宗派の違いは、ざっくり言うと目指しているところが違います。上座部仏教は自分自身が修行して悟りを開くということをすごく大切にしています。タイでは男性が人生で一度は出家する。つまり一時的にお坊さんになって修行をするという習慣が今でも残っているそうで、街中でも今朝起きたお坊さんを見かけることがありますね。一方、大乗仏教は全ての人を救うという考え方を重視しています。菩薩って皆さん聞いたことありますか？菩薩というのはもう自分が悟りを開けるレベルに達してはいるんだけど、あえてそこにとどまって他の人たちを救うために働くというような存在です。日本のお寺でよく見かける観音様やお地蔵様っていうのも、そのみんなを救うために存在している菩薩の形です。そしてお経の言語も違います。上座部仏教ではお釈迦様の言葉に最も近いとされるパーリ語というインドの古い言語でお経が唱えられていますが、大乗仏教では漢訳されたお経が使われています。日本のお寺でお坊さんが唱えているお経はこっちの漢訳された方のお経で、音読みだけで読んでいます。ところで皆さんは日本人の宗教との関係について知ってますか？NHK が2018年に行った世論調査では、普段信仰している宗教がありますかという問いに対して、仏教と答えた人が31%、神道が3%、キリスト教が1%、その他が1%という結果で、ということは62%の人が信仰宗教なし、つまり特に宗教を信じていませんというふうに答えました。この調査は2008年にも行われたようなんですけど、結果はこの10年間でほとんど変わっていません。国の半分以上の人が宗教を信仰していないと言っている国、日本なんですね。でも、そのほとんどの人がお正月には神社かお寺に初詣に行くし、子供の七五三の時には神社に行くし、でも結婚式は教会でやる人も多いし、そしてお葬式はだいたいお寺で行います。神道と仏教と、そして少しキリスト教のことも全部ごちゃ混ぜに一人の人の生活の中に入っているってことですよね。それにもかかわらず何かを信仰しているかって聞かれたら、いや別にってなるんですね。これを聞いて、じゃあ日本人ってなんか追い込まれた時、すごい辛い時、何を信じて生きていくんですか？人として何が正しいことなのかって何を基準にして考えるんですかって不思議に思う人もいるかもしれません。なんで、こんなごちゃ混ぜでやっていけるのかというと、これは日本にもともとあった神道の考え方で、八百万の神という考え方があります。八百万っていうのはもうものすごくいっぱいという意味みたいで、山にも川にも、そして台所にもトイレにも、宇宙のあらゆる場所やものにどこにでも神様がいるという考え方。つまり神様は一人じゃない、いろんな神様がいるんだっ
っていう感覚があります。なので、その感覚が日本人の宗教観のベースにあると言えると思います。なので、6世紀に仏教が中国経由で日本に入ってきた時も、最初は朝廷の中で仏教を受け入れるべきなのかどうかと言ってちょっと揉めたりするのがあったみたいなんですけど、最終的には仏教と神道は、両方信じればいいんじゃんっていう道が選ばれて、神道と仏教との両方が共存するようになりました。その後、キリスト教が入ってきたり、そしてそのキリスト教が禁止されたり、明治時代に政府が国の宗教は神道を一本にします、神道だけにしますというふうに言い出したり、戦時中には天皇は神であると言って、その神道の考え方が戦争と深く結びついたりしました。でも戦後の1946年に新しい憲法で信教の自由、これは宗教を信じるか信じないか、そしてどの宗教を信じるか、そういうのはすべて自由ですという憲法です。それと、あとは政教分離。なので政治と宗教は別々のものですということが明記されまして、そして戦時中には天皇が神様だって言っていたのが、天皇もやっぱり神様じゃないですというふうになりました。なので今までは国がこれを信じなさいというふうに決めてくれていたのもなくなったし、そして信じてきたものもちょっとやっぱり違ったという感じで裏切られた感が出てきたり、もうちょっとなんか何を信じていいかわからないんですけどっていうような感じになった人が増えてきたそうです。その後も宗教にまつわる事件、テロみたいなのがいくつかあったりして、そうやっていろいろあった結果、日本人の中では特定の宗教を強く信じるということに対してちょっと距離を置くようになったんじゃないかなと思います。だから日本人がいえいえ私は無宗教です、特に宗教を信じていませんっていうのは、本当に何にも信じていないかというよりは、特定の宗教を信じているとは言いたくないとか思いたくないっていうような気持ちが少しあるかな。そういう気持ちの方が近いかなと思います。ね、でもその特定の宗教を信じていると思いたくない、または言いたくないっていうような中でも、その一方で初詣に行ったり、お守りを買ったり、お葬式でお坊さんにお経をあげてもらったり、そういうことっていうのは、これって信仰なんだっていうふうに改めて気づくことがあまりないぐらい、それぐらい日常に溶け込んでいることなのかなと思うんです。結構ね、日本では昔、今もそうかな、少なくても私が子供の頃とかは、政治と宗教の話はちょっとタブー視されていた感じがあって、私もお母さんにお金と政治と宗教の話は人としたらいけないって教えられました。なんか仲いい人とでもそういう話をしちゃうと仲が悪くなっちゃうかもしれないからね、気をつけなさいっていう風にね言われて育ちました。大人になった今、逆にもっとオープンに話していった方がいいんじゃないかなって思うこともあります。知らないから怖くなるし、知らないからこそすれ違ったりする。お互いが別々のことを信じていても、各自が信じていることについてもっとオープンに話せて、そしてその考え方の違いっていうのを受け入れていけたら、本当はそれが一番平和に近い道なのかなと思います。とりあえずね、信仰が同じでも信仰が違くてもみんな平和に生きていけたらいいのになと思っている、今日この頃です。締めが甘いですが、どうでしたか？今日はタイの話からつながって日本の宗教観について少し触れてみました。ちょっと難しいトピックだなと思いながら、軽くまとめてみた感じなんですけど、少しでも面白いなと思ってくれたら嬉しいです。日本語耳は YouTube、Spotify、Apple Podcast で見たり聞いたりすることができます。そしてこのポッドキャストを少しでも気に入ってくれたら、ぜひレビューをお願いします。日本語耳ポッドキャストは毎週木曜日の更新です。じゃあまた来週。じゃあね。